もう湧き方がやばいよ。ここが一番気この持ちよかったタです。タタンのこのあれやろ、全部即興やろ。そうですね。その時にもうここ上向いてる瞬間がもう自分気持ちよすぎてあー、真っ青やん。じっと思いましたね。ゾワゾワゾワってくる感じ。うわーってなりましたね。こうダンスとの出会いは。ダンスと出会いが分かんなくて、姉が4歳離れてるんですよ。姉が2歳半からダンスやってて、へえ。姉が4歳ぐらいの時はもうコンテストに出てて、コンテスト会場に向かう日曜の朝にうちの母が陣痛が起きて日曜が生まれたんですよ。ザ・ディー・ソラキオみたいな。だから生まれた時からもうずっとダンスの練習場にいたりとか。姉ちゃんは今もダンス続けてんの？続けてます続けてます。ちっちゃい頃からずっと音楽とか、うちの母がすごい音楽好きで。あ、ダンスは踊らない？踊らないです。もともと留学してて、その留学の時に音楽すっごい知ってて、ナスのヒップホップイズデって話したりとか。いい環境やな。そんなおかん知らんわ。本格的にダンスをちゃんとやり始めたのが4歳なんです。いつ始めたかわからんけど、1歳とか2歳からやってたかな。覚えてないけど踊ってたっぽいです。それはもうナチュラルボーンダンサーやね。環境がそうですね。もう生まれた時からダンスがあった、音楽があったってことやもんな。そうですね。3歳とか4歳ぐらいの時になんかいろんなイベント行ってたんですよ。その時に本気で立ちたいって言ったらしくて、自分が舞台にバトルに出たいみたいなこと言って、ならやってみるかみたいな話になったのが4歳らしくて、もともとはずっと姉に教えてもらってて、その4歳じゃあんまり通えないじゃないですか、どこも。だから姉に教えてもらってて。それもう姉ちゃん8歳になってるもん。めちゃくちゃうまいよ。2歳半からやってんねんから。確かに8歳でもうダンス歴6年ですからね。そう5年半。キャリア5年半や。すごいよ。確かにそう言われてみればすごいな。5歳ぐらいの時にコンテストが出てたんですよ。姉ちゃんと出てた。姉ちゃんと出てたんや。で姉ちゃんがメッサンのレッスンに出てて、東京の町田のとこでレッスンしてて、で姉がずっと通ってて、初めて受けたレッスンがメッサンなんですよ。おー、なるほど。そっからアークスターに入ったんですよ。アノマリッコな。そうなんです。アノマリッコなんですよ。俺もともとは姉がもともと入ってて、すごい。もうダンスエリートばっかりやん。いやいや3年4年ぐらいで出て、そっからフォーマーアクションの昔アンハリットっていうチームがあって、そこに入ってたんですよ。トップチームに入ってたんですよ。トップずっとしたんですよ。その時に吉井さんのレッスンも行ってて、小4ぐらいか。そっからが吉井さんと今の出会いですね。小4でもう吉江に出会ってんの？そうなんですよ。で吉井さんのレッスン行ってたのも姉が行ってたんですよ、もともと。っていうか姉ちゃんめちゃくちゃすごいやん。姉ちゃんはめっちゃうまいの？うまいんですけど、すっごいシャイなんですよ。表舞台に出るのが嫌だっていう人なんで、今でも練習もするし、踊ってるけど全然もうもったいないな。そうなんです。出てほしいです。それは一番影響を受けてんの姉ちゃんや。先生やもんな。そうですね。その時は吉江さんとやってて、そっから吉江さんにずっとなってる。じゃあ吉江ちゃんが一番習ってんの？そうですね。もう10年ぐらい。今でもレッスン行ってますもん。レッスン受けてんの？受けてます。天下のザ・ディー・ソラキが。全然吉江さんのレッスン今でも毎週行ってますね。吉江さん2年間ぐらい名前覚えてくれなかったんで怖いね。その時は本当すっげえ怖かったんで、昔のがやっぱ尖ってたって吉江さんも。いやそれはもう誰もがそうよ。今は丸くなりました。昔そうやった。もう結構なんか気も利かないみたいな。それ生徒に対して。はいもうはい名それ前もレッスンではないね。名前も3年ぐらい覚えないみたいな感じです。すごいね。もうド S 級のド S。それで習いに。今は全然尖ってないんだろうなと思うんですけど、最初の2年とかはやっぱり小学生だったんで、超ビビってましたね。急に名前なんて言うのって言われて、あった時が一番嬉しかったですね。うわーみたいな感じでした。2年間覚えてなかったんや。一番影響を受けたのはまあ姉ちゃんやけど、その次に吉江ちゃん。そうですね。っていうことなんや。でその次にトリプル X ラージなんですよ。俺は影三郎さんとか。なるほどなるほど。てっつぁんとかは毎週会ってるんで、いつも一緒にセッションしたらさせなるてもほどなるほらったりとか。ダンスでワークショップとかレッスンしたりとか、ジャッジしたりとかなんですけど、それよりもモデルとかその企業案件系が今はメインの仕事になってますね。固定のレッスンはやってない？
やってます。ノアとはいはイエローブラック、あとは地元のところで生徒めっちゃ増えたんじゃんそれ。 YB とノアはめちゃくちゃ増えましたね。びっくりしました。そのモデルウォークのウォークは本当に上手い人たちがすごい上手いからやってないです。だあから踊るんじゃん。踊るようにしてます。ラああンウェイそういうことな。で歩いてほしいって言われるところもあるんですけど、うんそれはちょっとモデルさんに侮辱してることになっちゃうから踊るんならいいですよって感じでいつもやってます。今身長何センチなの178かな。 178もあんねん。っていうかもう見るたんびに成長してるように俺は感じんねんけどまだ身長とか伸びてるんです。そう最近また言われるようになりましてすごいな。19歳でまだ伸びてんねや。そうっすね。多分2センチぐらい伸びたんだと思う。前まで176だったんで2センチ伸びて178になりましたね。180はいきそうやなじゃあ。行きたいですね。ジャパンダンスディライトについて聞きたいんだけど、ボリューム27、ボリューム28と2年連続出てるやん、ベッドレイで。もともとどんな存在だった JDD って。自分は JDD を見に行ってただけだったんで、うんコンテストやったことなかったんですよ自分。ずっとバトルやったそうなんですよ。姉とコンテスト出た以来、出てみたいけどもしかして自分とは無関係なのかもなと思ったんですよ。何歳の時に初めて見に行っ小6とかだと思います。た。中学生ぐらいの時には自分高校生になっても出る相手いないしな、自分一生出れないのかなとか思ってたんですよ。出てみたいけど出る相手いないし、今も友達なんですけど、昔なんてひねくれトンガやったんで、みんなからちょっといじめられたりとかもあったし、結構ひねくれてたんですよ。だからこう友達も一生できないと思ったし、出るものとは思ってなかった。出たいけど関われないんだろうなと思ってました。自分その飛び出してて、別に友達なんかいらんわ、いらんわ俺は一人で生きていくわみたいな。そういう感じの気持ちでした。若い頃によくあるタイプやね。素直すぎてそういう悪い部分が見えすぎたのかなと。でもダンスは一生懸命やってたよ。そうですね。バトルはめっちゃ結果出てた。全然勝てなくて。でもアライブとかも出てたやん。出てました。でもみんなのが先ファイナリストになったりとか、ダンスって自分の中で消化してこう自分の中で踊るものなんだなと思ったから、正直言っちゃえば中1とか中2ぐらいの時はもう出るのやめようみたいな。バトルもコンテストも全部別に遊びに行けばいいやと思ってたんで、JDD も出れたら出たいなって思った時に、急に YOSHIKI が上京してきて、かっけえやつ上京してくんじゃんと思って、出会ったのは俺が小5ぐらいの時に北海道行った時に出会ってるはずなんですけど、ライブとかもちょこちょこ挨拶してるんですけど、あんまり全然知り合いじゃなくて、上京してきて大学でその今度出ようよって連絡したのがベトルの始まりで、YOSHIKIん家に1週間ぐらい居候したんです。ずっと俺謎によくわかんないけど、その時にコンテストやってみないって JDD 出ようよって話になってなのが始まりで、なるほどね。予選に出れるなんて思ってなかったから俺なんて。出た時相当緊張したし、もう10年ぶりぐらいのコンテストだし、すごい嬉しかったですね。初めてこの舞台に俺も足を並べたんだと思ったのがでかかったですね。じゃあもう YOSHIKI あってのジャパンってことや。YOSHIKI がいなかったらもうチームを組んでることもないってことや。そうです。始まってなかったですね。じゃあもう YOSHIKI はもういきなり馬があって。そうですね。もう超合いましたね。何が合うのかよくわかんないんですよ自分も。性格もすごい合ってるわけじゃないんですよ。2人ともいい意味でどうでもいいんですよ。一緒に遊びに行ったりもするし、チームの中だったら誰よりも仲いいんじゃないかぐらい仲いいんですよ。ボリューム27か初めて行ったのが、振りぶっ飛ぶんじゃないかぐらい緊張してましたね。初めてが吉江さんがジャッジだったんですよ俺。ああそっか。そりゃ緊張するわな。初の JDD に師匠がジャッジだ。やべえと思って今もう見たくないですあのショーケース。恥ずかしくてもういいよ俺好きやで。本当ですか。うわ JD ってみんなこの気持ちを持って昔の人出てたんだってのを初めて経験して、うわこれは本気になるわみんなって思いましたね。初めて身に染みて感じたというか、これすげえなこのイベントって思いましたね。来年も絶対出よう。もうその時にすぐ思った感じ。来年出ようぜってそこ決めましたね。その時は出てみてみんな一緒の部屋や。はい。その時の緊張感とかはどう？もう最悪ですねあの部屋。最高やろ。いやもう最悪ですねマジで。もう一番後輩でくっそ緊張してピリピリしててみたいなここにいたくないみたいな気持ちでしたマジで。なるほど。でも緊張感 JDD じゃないと味わえないじゃないですか。まあもう怖っみたいな感じだったんで
何この場所みたいな、出ると沼っすね。だから結果出るまで沼っすね。なるほど。2回目は、予選は意外とリラックスして出てたんですよ。洗いもファイナルとかも出てて、こうなんかちょっとずつ知れてって、予選に通らなかったらどうしようみたいな気持ちだったんで、結構気合も入ったし、絶対通るだろうみたいなネタで自分たちは言ったつもりだったんで、リラックスしてもいたし緊張してもいたみたいないい感じの具合で出れて、そこは通れて、去年の反省を振り返って超気持ちよくリラックスしてこう攻めて自分たちがやりたいものをやってみようっていうのが28はできたショーケースでしたね。でも結果が出ずやってん。まあちょっとぶっちゃけ話するとめっちゃうぜえと思いましたね。なんでだよ。なんで分かってくんないの。でめっちゃ思いましたね。めっちゃうぜえと思ったんですけど、3ヶ月4ヶ月前ぐらいにYOSHIKIと2人で見てて、これは無理だね、出続けないと通らないねって俺たちは思ったんで、でも入らなかった時はこれなんで伝わらんのってめっちゃ思いましたね。まあでもそう思って踊らん限りやっぱり伝わらへんし、それぐらい自分に誇り持って踊らんとそうですね、一生懸命やったからこそそう思えるわけである。そうですね、マジでそう思いますね。ジャパンボリューム28のベッドレイをちょっと解説してください。曲はティグワンハマシアンってやつで、YOSHIKIの学校の先生が教えてくれたらしいです。ああ、そうなんや。そうなんですよ。何の学校行ってんの？東海大学なんですけど、普通の大学の先生が普通になんか音楽好きな人らしくて、その人が最近やばい曲教えてあげるよって素晴らしいな。笑ってるよ。白と黒だったのは、ピアノみたいなイメージがあって、ああ、なるほどなるほど。で序盤はじっくり見せようっていうのが、でもYOSHIKI君はロックダンサーやん。そうですね。でSoraKiは基本はヒップホップダンサーなわけやん。そうですね。それ大変やん。でもなんかやりたいものが一緒なんですよね、2人。面白い。それが面白いな。もう完全にフリースタイルでしか踊ってないやん。確かに。確かに。この辺りは。この辺りは、あえてここでルーティンつけないでソロにしたんですよ。ルーティンつけちゃうとしょぼくなっちゃうかなと思って、あの曲調じゃ。そうですね。ここは絶対に見せ場だなと思って、1回目の見せ場だなと思って、いいね今の。これ4曲ぐらいつなげてるんですよ。もう全然余裕やん。このソロは決めてるの？決めてる。最初だけあそこのゲッタンまでは決めてます、ね。ああ、なるほど。最初とかに全部こう詰め込みすぎちゃうと、後が飽きるかなと思って、こうラストの方に持っていこうと思ったのが、このショーケースかな。でもここ超考えましたね、この辺。どう見せたら正解なのかも分かんなくなってくるんで、この辺最後の方まで作ってくると、今のは吉江さんがアドバイスしてくれて、でも落ち着いてますね。めちゃくちゃ落ち着いてる。めちゃくちゃ落ち着いてる。YOSHIKI君ロックダンサーで、ヒップホップダンサーやSoraKiは、目指すものはどこなんですか、ショーケースに。2人で目指してるのは、2人でブルーノートとかビルボードとかでショーケースできたらやばいねって話してて、一番最初にしたんですけど、JD で優勝したいっていうのはめっちゃ目標ですね。1人じゃなくて2人でしかできないことをしたくて、ショーケースも誰もがやったことないことをしたりとか、挑戦するみたいなのを最初に掲げたのがベトレイなんで、やったことないことをとりあえずやっていこう、謎の共通点があって、でそれをチーム名にしたんですけど、ベトレイって裏切りっていうのなんですよ。裏切られたとか、2人とも裏切られた人生だったんで、もともと自分相方がいて、その子が違うとこ行っちゃったりとか、でYOSHIKIは小学校の時に誰からも相手されなくて引っ越しちゃったりとか、そういう共通点話してったのが名前の由来で、キ
客裏切っていこうぜ俺らが次はっていうのでつけたのがなるほどな最初の由来なんですよ。でも今年は相方のよしきくんが札幌の豆とか TDD 出てたし、で次もまたチャレンジするとか言ってたから、もうベッドレーは出ないってことだよね今年は。今年は出ないです。よしきから今年は北海道メンツで豆さんとか引っ張り出して、次は北海道を盛り上げたくてみたいななるほどな。熱い言葉を受けてそれは裏切りじゃないのね。そう全くめっちゃ仲いいんでそれは全然いいよっつってめっちゃいいじゃんみたいな。なるほどね。よしきが今回豆さんと出たのも俺も見に行ってすごい感動したし、うわよしきやってるやんと思って。いや思いっきりロックやってめっちゃロックしましたね。マジで2年間できなかった分のロックしてましたからね。よしきは今年は頑張るって言ってました。だから俺もファイナルも見に行きたいし、まず上がってもらわんとあかんよね。上がったらいいよね。そうですね応援してますめっちゃ。観客の立場で見たら絶対出たらよかったって思い絶対そうなんですよ。で TDD 見ても思いましたもん。あ出ればよかったと思いましたもん。出たいなと思いましたもんマジで。そりゃそうなるよな。今年は応援ということで。そうですね今年は。来年は出ます。オッケー。来年30周年やからね。そうです。もう来年は出るって決めてて、もう曲も決め始めてます。そうなん。そうなんですよ。早っ。素晴らしい。完全に沼やね。沼っすね。インスタ毎日上げてるやん。あれはなんで有吉男？ぶっちゃけた話すると、聞いてるんですか。はい。ソラキンとダンスとは。自分ダンスは高評価チャンネル登録よろしくお願いします。自分のインスタが概要欄に貼ってあるので毎日動画投稿したのでよかったら皆さん見てください。